はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはバトンエアソフト BG17 CO2 ガスブローバッグになります。私はグロックはですね、東京マルイのグロック 18C とグロック19、あとグロック26を保有しています。正直グロックはですね、これ以上保有しなくてもいいかななんていうふうには思っていました。ただ今回バトンさんがモデルアップしたこの BG17 は、ご存知の通りグロック17をモデルにしていると思います。その中でも最新版の今ジェネレーション5であるということと、あと MOS ですね、モジュラーオプティクスシステム、こちらを再現しているということで、あとさらにですね動力源が CO2 ということもあってですね、かなりちょっと新しい魅力があってですね、思わず購入してしまいました。ジェネレーション5独特のですね形状とかですね、あとMOS プレートですね、こちらを使用したドットサイトの形状、こういったところをですねちょっと見ていきたいなというふうに思っています。またCO2 の内味ですね、こちらが東京マルイ製とどんな感じで違うのかなというところも比較してみたいなというふうに思っております。はい、手にした印象ですけれども、まずは良い意味で非常にシンプルという言葉が似合うなというような形状だと思いました。スライド先端部のですねエッジ取りやですねフロントセレーションなどですねジェネレーション5の特徴がきっちり再現されているというのも特徴だと思います。あと刻印類は実銃とほぼ同様なのも印象的です。グロックのロゴですね、かなりこれマークもですね、実銃に寄せているんじゃないかなというふうに感じました。あとスライドはですね若干ざらつきのある表面処理で、この見た目非常に金属感があるのも印象的です。やはり最大の特徴はですねこのフィンガーチャネルがないグリップだと思いますね。非常にスリムに感じました。はい、それでは各部見ていきたいと思います。マズルは 9mm の口径の形状になります。これ実銃だとですねなだらかな多角形の山と谷があるポリゴナルライフリング、これをさらに進化させたGMB グロックマークスマンバレルというので非常に有名だと思うんですけれども、それで実銃はですね精度を向上させていると言われています。フロントサイトにはホワイトドットが入っております。リアサイトはこの字の形にホワイトが入っております。このスライドの前面ですね、ここの部分が面取りされているのがこのジェネレーション5仕様だと思います。こちら東京マルイのグロック18、これはジェネレーション3なので違いが大きくわかるかと思います。この MOS 仕様なので実銃同様にですねこちらスライド前方にもセレーションが入っています。これはドットサイト使用時はですねチャンバーチェックをするときにスライドの操作がしやすくなっております。左側の刻印はこの通りです。ほぼリアル刻印だと思います。グロックのロゴですね、これロゴの一部、違いますけれどもかなり似てるかと思います。フレーム下部にはですね独特なアンダーレールがあります。こちらパーティングラインもありますけれども実銃もパーティングラインはありますので問題ないと思います。東京マルイはですねこちらにシリアルプレート、これがセーフティーになっていますけれども、こちらの BG17 にはありません。トリガーにはですねトリガーセーフティーがあります。トリガーはこのスライドを引くとですね、この通り前方に出ます。この状態でですねこのトリガーセーフティーの先端を上げるとですね、このような形になってこちらがマニュアルセーフティーになります。
トリガーなんですけれども、最初はなんか引っかかる感じがしてですね、非常に硬かったですね。これは個体差かもしれません。スライドストップはですね、この左右にあるアンビタイプになります。でこちら、はい、スチール製になります。グリップは前後にですね、これチェッカリングっていうんですかね、それが入っているタイプで、この前方にですねフィンガーチャネルがないジェネレーション5仕様になりますね。これジェネレーション3と比較すると非常に細く感じますね。手の小さい私には非常に握りやすく感じます。マグウェル部分はですねフレア状で、これジェネレーション5になってからですね少し広がってるんですね。はい、これがジェネレーション3です。こう比較すると違いがわかるかと思います。スライド上面には MOS 仕様のためMOS カバーがついています。こちらは金属製になります。でこのカバーを外して付属している MOS プレートを装着することで、そのプレートに対応したドットサイトが装着できます。 MOS プレートはですね4種類付属しています。はい、この通りですね、4種類あります。それぞれですねドクターピッチと、あとトリジコンピッチ、あとシーモアピッチと、あとリーポルトピッチになります。それぞれのプレートにはこの番号が刻印されています。今回2種類ドットサイトを用意してみました。一つはですねトリジコンの SRO タイプですね。はい、こちらを購入しました。こちら取り付けにはですね2番のプレートが必要になります。はい、こちらが SRO タイプをつけてみました。いかがでしょうかね。やっぱり前後の長さっていうんですかね、これはちょうどいい感じですよね。この形式で結構いろんな動画とかも出てるので見慣れた感もありますね。格好で言えばこっちの方がかっこいいかもしれないですね。もう一つはですね軽量なこのベクターのですねこれフレンジーっていうんですかね、フレンジー S、こちらを用意しました。こちらプレートは4番が必要になります。はい、ベクターの方をつけてみました。非常にコンパクトですね。コンパクトなのでちょっと逆にこの前後のところがちょっと短い感じもしますけれども、この幅ですよね。このグロックのスライドとほとんど同じ幅なんですよね。これはいいと思いますよね。非常にこのドットサイトも軽量なので、実写においてはですねこちらの方がいいかもしれないですね。はい、実写動画の時にはですね両方のドットサイトを使用してみたいと思います。スライドプレートは別パーツになっています。右側の刻印はこの通りになります。ジャンマーにもですね刻印が入っています。エキストラクターは別パーツになっています。マガジンの相談数は24発になります。このマガジンにはですねダニオコバの CO2 バルブが使用されています。あとマガジンボトムにもですねグロックに似たロゴが入っています。こちら東京マルイのマガジンはもちろん使用できません。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちら通常のグロックと同じでスライドをまず引いてですね、こちらのスライドロックを下げるとこの通りスライドとフレームが分解できます。はい、こちらがリコイルスプリングガイドですね。一式です。これ前方のバッファーですかね、それが取れましたね。はい、あとこちらがアウターバレル一式になります。はい、リコイルスプリングはこれ実銃と一緒でダブルスプリングタイプですね。はい、スプリングが2本なっています。あと銃口側に
これは樹脂製のバッファーだと思います。あと根元側にはですね、これゴム製のバッファリングが2本入ってますね。もちろんスプリングはスチール製になりますね。ただガイドは樹脂ですね。あとアウターバレルはこれ金属製になります。非常に重量がありますね。これやっぱり金属製なのでスライド操作時の金属音は非常にいいかと思います。あとインナーバレルもこれ黒なんですね。なので非常に目立たなくていいですね。あとこちらスライドになります。これ樹脂なんですけれども、この MOS プレートが金属製なので非常に重量はありますね。スライドストップですけれども、多分この内側のですね、ここの金属プレートにですねスライドストップかかるんだと思います。あと機関部ですけれども、こちらハンマー、このハンマーローラーですかね。トリガーは、そういったパーツがスチール製ですね。結構ちょっと中全部見てませんけど、スチール製が使われてるかもしれません。全体の感想になりますけれども、グロックのエアガーは多数ありますけれども、最新のジェネレーション5をモデルアップしてくれたことは非常に嬉しいですね。スライドの面取りやですね、セレーションの追加、あとですね MOS システムやグリップの変更など、従来のグロックからは大きな違いがあるのもこのエアガンの魅力だと思います。しかも動力源がCO2 ということで、実車の安定性やですね、あとリコイル、こちらも迫力がかなり高まっているかなというふうに感じました。現状見た目のチープさやですね、実車性能での不満はなくて、非常に満足できるエアガンだと感じています。やはりジェネレーション5で MOS 仕様、しかも CO2 が動力源なグロックは魅力を感じる人は多いのではないでしょうか。気になるのはスライドの耐久性ですね。CO2 が動力源なだけに樹脂スライドにはかなり、制限がありますけれども、今後様子を見ていきたいと思います。あとですね、スライドストップがかかった後ですね、新しいマガジンを慎重に入れないとですね、スライドが勝手にリリースされて途中で止まったりします。こちらは注意していただければと思います。あとやはり値段設定もですね、ハンドガンとしては少し高めかなというふうに考えています。価格設定もう少し検討していただけるとありがたいですね。あと今までの経験でバトンさんは初版版からしばらく経つとですね、改良バストが出てくるので、これもちょっと気になるんですけれども、今回かなり改良に改良を加えたということなので、この初版版でもですね期待したいと思っています。そう思っていたんですが、今回私購入してですね、すぐにちょっと通常分解したんですけれども、それを元に戻したらですね、スライドが動かなくなってしまったんですね。これは無理やりやると多分壊れるなと思ったので、バトンさんに修理依頼を出してようやく戻ってきました。なので皆さんもですねご注意いただければと思います。グロックはですね好きな方も多く、市場も溢れている感がありますけれども、今回ジェネレーション5やMOS 仕様、あと CO2 の仕様であるこの BG17 はですね、現状では魅力のあるグロックのモデルかと思いました。できる限り実銃に寄せたロゴなどですね、外観も非常に良いと思います。グロックの最新モデルを手にしたい方などにはぜひおすすめの一丁だと思います。それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。